5月の6日、今日もちょっとやっていこうかと思うんですけども、一応ですね、内容から言うとですね、セルモーターをちょっと交換したい、交換とか中の部品ですねをちょっと変えていきたいなと思ってますね。で、なんでかというと、セルがね、回ったり回んなかったりするんですよね。で、何が原因かがちょっとわからなくて、いろいろ試してるんですけど、まずやっていきたいのが、セルスイッチでしょ。で、セルモーターでしょと、あと、スターターセルスターターっていうのかなをですね、ちょっと交換してるんですけど、どれもなんかパッとしないんですよね。だからね、ちょっと恥ずかしながらっていうかね、このセルモーターっていうのかながね、一回もバラしたことないんで、どういう風になってるのかもちょっと確認したくて、ちょっと動きとかも見てみたくて、今撮ってるんですけど、で、要はモーターですよね。昔ミニ四駆とかであったようなモーター、想像すると分かると思うんですけど、なんとなく。だからもう回れば回るほど、多分磁石がこうすり減って、ね、回らなくなってきちゃうっていうのかな、だと思うんですよね。見た感じそうだと思うんですけど。でね、だからもう何年も何年前のエンジンなのかわからないんで、だからちょっとね、一回バラして状態を確認して、治ればいいかなって思ってるんですけどね。なかなかね、ただ冒頭でも言ったようにですね、とりあえず部品がなかなか来ないんでね、とりあえずその間だけね、ちょっとできることをやろうと思って、で YouTube でちょっと検索して見てたら、ね、壊れてるかどうかっていうのを試す方法があったんで、それをね見てね、僕もちょっとやっていこうかと思って、今ちょっと準備してるんですけど、ただちょっとやっぱこの車種 GPZ400F なんですけど、その車種ではなかったんで、ちょっと違うので、うまくできたらいいなと思いながらやってますね。で、パッと見ですね、僕のその GPZ400F なんですけど、エンジンも GPZ400F のものっていう感じ、パッと見えますけど、実は、見る人が見れば分かるのかもしれないんですけど、初めゼファーのエンジンが積んであったんですよね。で、ちょっと今試すのでちょっと待ってください。生きてるってことだな。相当びっくりしましたね。ごめんなさい、大きな音立てちゃって。で、一応気を取り直してですね、一応スターターの方はこうカチカチ言ってるんで生きてるんですよね。で、今モーターの方も勢いが回ってくれたんで、おそらくこれで大丈夫なんじゃないか。ただ弱ってるんですかね。でね、注文していたですね、セルモーター修正キットのパーツが来たんですけど、でブラシっていうんですか、それがやっぱ減ってたんで、交換していこうかなと思ってますね。で、一応ブラシとかセルモーターキット自体ですね、ゼファー7班 C3 からってやつ注文してみたんですけど、見た感じ一緒なんで同じものを使ってるみたいですね。で、そうだ、さっきちょっと話が飛んじゃいましたけど、もともとやっぱ、さっき言ったようにゼファー400のエンジンがね、積んであって、で、ゼファー400のエンジンって、逆輸入車の GPZ に、ね、標準かなんかついてるんですかね、ちょっと詳しくわからないですけど、国産なんですけどね、なんでかわかんないけど、GPZ を買った時にゼファーの400のエンジンが乗ってましたね。こんな感じかな。で、蘇るかな。
エンジンをオンにしてセルモーターを回していきたいと思います。はい、はい、接触が悪いんですよね。この原因がよくわからなくて、なんか気持ち悪い感じなんですよね。で配線とかもちょっと見直していきたいと思うんですけど、なんで一回ちょっとスイッチを取ってハンドルからですねちょっと見てみるんですけど、これといって問題はなさそうなんですけどね。ただこれも謎なんですけど、取ると普通に反応がいいんですよね。こういうことってありますよね、たまに。本当謎ですね。ただなんか圧迫とかされちゃってるの、ネジとかで配線がって思って、ちょっと気を取り直してですね配線を見直していこうと思いますね。で一応ですねスイッチ側の配線の方と、あとボディ側の方の配線もちょっとこの後やっていきたいと思うんですけど、とりあえず、このスイッチ自体が新品なんですけど、やっぱり、純正ではないので、なのでちょっと一回チェックしていきたいと思いますね。で見た目は全然綺麗ですよね。新品だけあって、ただね、さっきも言ったように純正ではないので、これドゥカティ M900 のスイッチと一緒なんですね。これ他のやつにも一緒なやつがあると思いますけど、結構流用されてるんですかね。シンプルでかっこいいですもんね。でまたこの後ですね火花が散っちゃうんですけど、ごめんなさい。こういうのまたビビっちゃいますよね、マイナスがつくと。でスイッチをですねもう一回ですね見て、で慣れてないハンダを持ち出してですねちょっと作業していくんですけど、まさにで綺麗ですよね。これ完全に取れたのかなわかんないけど、一度ですねちゃんとこうつけていこうかなと思ってやってみますね。セルを回してみるとですねやっぱ回るんですよね。でこれで成功かなと思ってるんですけど、どうでしょうかね。今度はですね配線、ボディ側の配線ですよね。そっちの処理をちょっとやっていきたいと思いますね。で後で分かんなくなっちゃうんで、番号12345番まであるのかな、振ってもうギボシって基本的にあんま好きじゃないんで、この収縮テープでがっつりこう止めたいんですよね。こっちの方がスマートですし、見えないとこのおしゃれみたいな感じで、僕はこっちの方が個人的には好きですね。ただ作業性はとてつもなく悪くなりますけどね。自分のなんで治んなかったらぶった切っちゃえばいいんで、これでもう完璧だろうっていうことでテレビ回すんですけど、バッチリとりあえずですね、つきましたね。はい、スタート。はい、来ました。それでは問題なさそうですね。あ、こっちだ。動いてるの分かりますか、これ。分かりづれえな。なんとなく動いてますよね。入ってるね。これなんだこれ。おいおいおい。ちょっと待った。え？フッポートがオーバーフローしちゃってる。大丈夫かな。ちょっと様子見てみようかな。エンジンオン。わーお。はい、わかりました。お、止まりました。もう一回。はい、来ましたね。はい。で、結局ですね、
全バラこういう状態ですよ。先ほどオーバーフローしちゃったじゃないですか。なのでね、やっぱ気になるので全バラして、一からやり直しです。頑張っていきましょう。ではさようなら。